はい、皆さんこんにちは。橘さゆりです。あの人とおったらなんか疲れるなって思われへんために、会話の中で絶対に言ってはいけないこと3つをお伝えします。では結論からいきます。いきなりいやって言って否定から入ることです。はい、では2つ目です。相手の言い間違いをすぐ直すことです。はい、そして3つ目です。好きあればマウントを取ることです。この3つを無意識のうちにやってしまってませんか？特にこの1番目のいやが口癖の人、もうかなり損してます。では今日は詳しい理由と今日からできる解決策を解説します。また見返せるように今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまず1つ目のいきなり否定から入ることについてお話しします。私たちの育った環境、経験してきたこと、みんな違うので、意見の食い違いっていうのはあって当たり前なんですよ。でも楽しく会話を続けたいじゃないですか。なので反対意見があっても一度相手の話を聞くことです。例えば、なるほどね、そういう考え方もあるのねとか、こうやって一度受け止めて、そこから実は私こう思うんですけどねっていうふうに優しく伝えることです。これだけで楽しい会話が続けれます。これちょっと余談なんですけど、もうすぐ嫌って言ってくる人、もうこれもずっと言いたかったんですよ。私もう何言っても嫌なんですよ。返事も嫌、相槌も嫌、ってなります。別に反対してるわけじゃないんですよ。賛同してても嫌なんですよ。確かにいや全くその通りだよっていう言い回しはあるね。またそれとまた違うんですよね。多分本人は反対してるつもりはないんですよ。ただ単に口癖みたいになってるんですよ。いやっつっていやっつっていやって言ってまた何か考えるんですよ。とりあえずいやって言っといて何か考えるんですよ。多分本人は反対してるつもりはないんですよ。でも言われた側はうわ今からまた反対されるんや、否定されるんやっていう風に嫌な気持ちになってしまいます。もし癖になっている方は絶対に意識してみてください。はい、では2つ目です。相手の言い間違いをすぐ直すことです。これは意味が通じているならそっと見逃してあげてください。例えばこれ私なんですけど、レストランでパンナコッタをパンノコッタって言ってしまったんですよ。そしたら店員さんにすんごい真顔でパンナコッタですねって言われて恥ずかしかったですそれほど親しい間柄でもないのにいちいち指摘されると、相手は間違いを指摘されたっていうふうに不快感しか残らないです。理解できたなら多めに見逃してあげてください。正したい気持ちはわかります。でもぐっと我慢です。ちなみに私同 S 気質なんですよ。仲のいい友達が言い間違えるとえ、なんて言った？もう一回言ってみって言ってみんなで大笑いしてます。でもこれは深い信頼関係があるからこそです。はい、では3つ目に行きます。マウントを取ることです。なぜマウントを取るのか。それは承認欲求と自己肯定感の低さの裏返しなんですよ。では一旦ここでマウントを取るとはどういう意味なのかをご説明します。要するに相手より自分の方が上ですよっていうふうに誇示してる言動なんです。マウントを取る人っていうのは小さい人間に見られてしまいます。そして一気に品がなくなります。これまた私の話なんですけど、この間仕事の打ち合わせである場所に向かって、そしたら待ち合わせしてた相手とばったり駐車場で会ったんですよ。でその人はだいたい60代ぐらいのおっちゃんなんですよ。でそのおっちゃんは私の車を見て、へえ、この車いくらぐらいするの？だいたいいくらぐらいやですねこの車はって聞かれて、で私は
はい、そんなもんですって答えたんですよ。そしたらそのおっちゃんが俺の車の半分かって言ってきたんですよ。と思いました。マウントっていうやつやこれと思って、その時比べなくていいですと思ってましためっちゃ面白いでしょしかも初対面でですよ。うわーと思いました。はい、では今日のお話をまとめます。会話の中で言ってはいけないこと3つです。はい、まず1つ目です。いきなり否定しないことです。そしていやって言ってるヤーマンさん、気をつけてください。はい、2つ目です。言い間違いを直さないことです。パンナコッタをパンノコッタって言っても言い直さないことです。こっちはなんてこったってなりますはい、そして3つ目です。マウントを取らないことです。はい、この3つを意識するだけで人間関係はとても心地いいものになります。実はこれ私やってたかもと思うものありましたか？もしあったならコメント欄で教えてください。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。